Power on. こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと CMF by Nothing から面白いヘッドホンが出たぞっていうところで、ちょっとこれについて購入してみたので紹介していこうかなと思います。このヘッドホン結構すごくてですね、価格がなんと 15,800 円っていうところなんですけど、このね造形美、見た目のかっこよさはもちろんなんですが、ノイズキャンセリングにも対応していたり、 LDAC とか結構ね、そういう音が好きな人のコーデックにも一応対応していたりとか、そういう感じの、価格の割にはすごく頑張ってるんじゃないかなっていうヘッドホンなので、今回ね気になってどんなもんなんだろうっていうのをちょっと試してみようと思います。実際に購入したのが発売日直後で、もう本当にね発売日に届いた形だったんですけど、そこからちょっと時間が空いて、1週間から10日ぐらいね毎日使って試してみているので、実際のところ音質どうなのとか、この価格ってなんかからくりがあるんじゃないのみたいなね、そういう話もしつつちょっと紹介していこうかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めまして、こちらが CMF ヘッドホンプロです。この造形素晴らしくないですか？なんかこのミニマルなんだけど、なんかナッシングっぽい感じがあるというか、ここにね光沢感のあるハウジングが備わっていて、全体的にちょっとねレザーっぽいような柔らかいふわっとした雰囲気ながら、ワンポイントにこういう感じでこのぬるっと動く感じとかがとてもね、この15,000円で購入できるヘッドホンっていう雰囲気ではないですね。ちなみに CMF について知らない人もいると思うので、軽く紹介しておくと、Nothing っていうロンドンをね拠点とする、デジタル系のテック系のねアイテムを展開するメーカーがあって、そこが出しているサブブランドっていう形ですかね。結構 Nothing が割と先進性のあるテックモードっぽいようなね風合いのものに対して、 CMF はよりちょっとカジュアルというか、結構ガジェット好きからすると驚くぐらいの低価格帯で比較的高品質なものを展開しているっていうアイテムですね。結構イヤホンだったり、こういうスマートフォン、スマートウォッチとかで知っている人も多いんじゃないかなと思います。ちなみにこのヘッドホンプロに関しては、カラーはライトグレー、ダークグレー、ライトグリーンの3色展開ですね。ダークグレーとかに関してはここがねマットな質感になっていて、若干この仕上げが違うというところが結構こだわりを感じます。CMF は前にもこういうね CMF フォン2っていうのを紹介しているんですけども、この衣装というか、なんかミニマルすぎずにちょっと遊び心がある、こういう雰囲気がすごくナッシングらしいなっていう感覚があります。この画面に一緒に映ってる感じもすごくいいし、テイストとしてはこういうねアナログポケットだったりとか、あとジオニックス48を白く染めたものだったり、HHKB とかかな、本当にちょっと青白い系のねガジェットとかと合わせると雰囲気がすごくマッチするようなデザイン性かなと思います。その辺のね見た目の話もおいおいするとするんですが、このヘッドホン、何がすごいのかっていうと、まず一つが価格です。やっぱ冒頭でも紹介した通り 15,800 円っていう形で、結構ねこういう雰囲気のヘッドホンってやっぱ3万円台後半から5万円ないしはもう7万円10万円とかねしてくるような、なんか高級感をまとったデザイン性なんですけども、これが 15,000 円っていう最近のねそのノイズキャンセリングヘッドホンの中ではとてもリーズナブルに購入できるっていうのがまず一つポイントかなと思います。であと特徴としてはやっぱり機能性ですかね。この価格帯ながら、アクティブノイズキャンセリングに対応していたり、あとLDAC って言って Bluetooth のね送信とかで音質をできるだけ劣化させないような送受信技術、あとはこれすごいのが100時間の連続再生にも対応するっていう風に謳っていて、実際どのぐらい体験でね効いてくるのかっていうのは気になるところなんですが、この価格帯ながらそういう特徴を備えているっていうところがすごいなと思います。で最後にやっぱりデザイン性ですかね。デザインがねかなりしっかりと作り込まれていて、この見た目もそうなんですけど、例えばこの面白いのがここにねダイヤルというかこのレバー
を備えていて、これによって低音のなんか大きさとか重低音にするかちょっと軽めにするかとかを直感的に選べたりとか、あとここは音量だと思うんですけど、これホイールなんですよね。マウスのホイールみたいなのをここに備えていて、これでなんかねカチャカチャと物理的なボタンで動かしながらできるっていうのが結構、デザイン性としては面白いのかなと思います。で冒頭でもお話しした通り、ここに光沢こんなに大きい面で使うのかみたいな、なんか最近はやっぱりねマットな質感が多くて、僕もマットな質感の方が好きではあるんですけど、なんか最近のガジェットのトレンドで言うとやっぱポリッシュ加工というか、ちょっと光沢感がある、なんか MacBook の初期の白いやつのモデルだったりとか、あとiPhone3GS とかね、そのぐらいを彷彿とさせるようなこういう光沢感のものが使われていたり、あともう一つ目玉機能としてはこのねバフイヤーカップの部分を別の色にね交換したりとかもできるみたいです。これをオレンジとかブルーに差し替えても面白いかなとも思うんですけど、僕が買った時はね他の色が購入できなかったので、とりあえずこの色で紹介していこうと思うんですが、そういうね色を差し替えるっていうのも結構新しいというか、今までもいろんなヘッドホンでそういう遊び方できたんですけど、公式がそういう風に歌うっていうのは結構珍しいなと思っていて、その辺ひっくるめて結構デザイン性が特徴的かなと思います。はい、じゃあちょっと装着感とか試していこうと思うんですが、よいしょ。はい、こんな感じですね。キービジュアルが結構モデルっぽい人たちが起用されていたんですが、日本人の一般的な人が装着するとこういう雰囲気になるかなと思います。結構30代男性がつけるにはやっぱね、前から見るとここが分厚いので可愛らしい感じにはなるかなと思うんですが、結構横から見てもこういうモノトーンとかだるっとした服とかだったらね、結構いい感じになんか近未来感があっていいんじゃないですかね。で側圧とかに関してもそんなに強いことはなくて、このねイヤーカップ部分結構柔らかいんですよ。低反発クッションが中に入っているし、あとここがね割とこうぐにゃぐにゃとしっかり動いてくれるので、結構こういうのだと側圧気になる人多いと思うんですが、この価格帯にしてはすごく柔らかくて使いやすいんじゃないかなと思います。耳の密閉感も結構しっかりあってですね、なんか周りにそこまでなんか音漏れとかはしづらそうな、割とこうふわっと耳を包み込んでくれるタイプの、ヘッドホンっていう感じですね。はい、ちなみになぜこれを購入したのかっていうと、普段ね僕が使っているのがビオプレイ H95 っていうこのバン&オルフセンのね、いわゆる高級ヘッドホンみたいなのを使っているんですけども、これは結構音がめちゃくちゃいいんですよ。重低音というよりなんかフラットに改造感があって立体感とかね音域が広い感じがして、普段使って愛用してるんですけども、なんか持ち歩く時にちょっと旅行に行く時に雑に扱うにはねちょっと高級すぎるというか、今そういう風に使っているんですが、若干ねこの辺が黄ばんできちゃったりとか、あとこのねドライバーの部分もこういう風にちょっとアルミ削り出しなんですけど傷がついてしまったりとかして、結構ね劣化していくのがなんとなく気になっていて、どっちかっていうとね家の中で音を楽しむために使うヘッドホンっぽいんですよね。僕持ち歩いて使っちゃってるんですけど、なんですがなんかもう少しちょっと出歩く時にねカジュアルに使いたいなと思っていて、そこまで出先だと音質とかこだわらなくてもいいのかなとか、最低限ノイキャンがあって音が聞けてバッテリー持ちがそこそこいいものが一つあるといいなと思っていろいろ探していたんですけど、その中でこれがね発売されたっていうニュースを見て、この造形的にめちゃくちゃ好きだなという感じがしてですね、ちょっとこの価格帯なら気軽に試してみたいなと思っていて、今回購入したっていうところです。ちょっと音を試してみたい。接続されましたね。アプリダウンロード。そうか、これダウンロードしてなかったわ。多分いろいろな機能とか調整をしていくにはアプリがあった方がいいと思うのでダウンロードしてみようと思います。そもそもアプリかっこいいな。チュートリアルが始まりますね。低音強調コントロール、音量がこっち、再生ノイズキャンセリングが、アシスタントボタンがついてるんだ。早速アップデート。ちょっと更新が始まります。どんな感じでイヤーカップ取り外せんだろう。左に回すとこんな感じか。いいですね。いやこの
イヤーカップとかワン・アンド・オルフセンだったらこれだけでもやっぱね1万円とかしてくるようなものではあるので、もちろんね革を使っているとかそういうのはあるんですけど、この本体が1万5,000円ってすごいよな。ハウジング部分はこんな感じですね。結構ね、やっぱイヤーカップ部分を取り外すと結構、チープな感じというか、持ち比べてみても重さは全然違っていて、こっちはねがっつりもうバッチリなんかいろんなものが詰まっているっていう感じなんですが、 CMF ヘッドホンは軽めな感じの印象ですね。こういうヘッドホンに比べると中のドライバーがギュッと詰まってるっていうよりかは割とコンパクトめなのかなっていう感じがしています。さすがこの辺ナッティングだなと思うんですけど、やっぱこういう風にねアプリで結構設定がこの価格帯ながら充実しているっていうのがすごいです。空間オーディオにも対応してんだ。これは結構すごいですね。でイコライザーの設定もこういう感じでなんか視覚的にも分かりやすいようになってるし、カスタムで自分でこうプラスとかね3つぐらいのイコライザー周波数をいじることができますね。コントロールの設定だったりゲームやる時だと思うんですが、遅延とかねそういうのの設定、あとデバイスの設定とかヘッドホン見つける機能も備わっています。 LDAC だったり AAC に対応してますね。アップデート中なので一応付属品も見ていこうと思うんですが、すごいマイクロファイバー製のこういうクロスにもなるこの収納袋、ミニジャックケーブルですね。有線接続をする時に使うやつ、このねデスクの上で喋っててもあれなんで、ちょっと外で試していこうと思います。はい、ちょっと CMF ヘッドホン1こんな感じで使ってるんですけど、やっぱなんか程よくていい感じです。カジュアルに使える空気感がありますね。ノイキャンも割と控えめというか、こう耳がキュインってなるっていうよりかはなんだろう、空気の流れの音だったりとかちょっとしたこう雑音みたいなのはね防いでくれるっていう感じですかね。なんか普段からハイエンドなねヘッドホンを使ってる人たちからすると若干ノイキャンの感じはなんだろう、ちょっとね穏やかというか物足りなさはあるんじゃないかなと思うんですけど、日常を過ごす的な感じだったら全然問題ない印象です。ちょっとイヤーカップのね厚めが割とあるんでアイコニックというか、似合う人似合わない人を選ぶんじゃないかなみたいな。トバログはあんま似合わないかも。見た目がね結構ミニマルなんで可愛くなりすぎちゃうところはあるかなみたいな、そういう印象ですかね。なんか人がすごい多いような電車の中とかだと若干こう一瞬だけプツンってなんか途切れる感じは1回だけかなあったの。なんか満員の電車でプツンって途切れることがあったので、渋谷とかみたいにめっちゃ人が多い場所とかだとちょっとこの音の途切れる感じとかは気になるかもしれない。これ後で動画で紹介しようと思うんですが、最近ねゲームボーイでも音楽が聴けるカセットを購入して、結構前か1年前ぐらいに購入していて、ちょっとこういうスタイルで使いたいなと思っていたので、このね有線スタイルでも使ってるんですが、やっぱね Bluetooth で音聞くより有線でゲームボーイミクロとはいえこういうスタイルで聞く方が音がめっちゃいいですね。結構やっぱ有線接続のなんかね立体感とかはいくら LDAC に対応したからといってやっぱねこの感じが気持ちいいんじゃないかなという感じ。これはまた後日紹介します。はい、というわけで冒頭に戻ってきました。 CMF ヘッドホンプロをねしばらく使ってみたんですけど、なんかねやっぱね思うところももちろんあるんですが、大前提としてこの価格帯でこのなんていうかスペック、音質、そしてこのビジュアルっていうところはめちゃくちゃ強いなと思います。さすがCMF というか、もともとこの CMF はそういう領域がすごく得意で、見た目とかソフトウェアめちゃくちゃ強くて、そして超高コスパみたいなところで、もちろん削れるところは削ってこの価格を実現しているんだろうなっていうのをね強く感じる、アイテム群たくさん出しているんですけど、 CMF ヘッドホンプロもかなりその色を強く感じますね。で実際に例えば
ばね音質とかなんかソフトウェアの使い勝手とかめちゃくちゃいいです。音質に関してはね人それぞれだし、僕もそんなに音について詳しいわけではなくて、ただもう本当に一般人的な感覚ではあるんですけども、例えばなんか K-POP とかあとローファイLOFI っていうやつよくねYouTube とかで検索して聞いたりしているんですけど、そういうなんかね電子系の音とか、あとまあ中高音域系のなんか女性ボーカルの伸びみたいなとか、そういうね解像感とか、まあ気持ちよさっていうのはねすごく感じるヘッドホンなのかなと思います。普段ね僕が使っているこういうヘッドホン、これはバン&オルフセンのやつで価格差が8倍ぐらいあるようなものなんですけど、やっぱりこういう高いヘッドホンとかと比べるとちょっとね解像感だったり、あと音の立体感みたいな奥行き感、すごいねなんか漠然とした話なんですけど、その辺はちょっとやっぱりね少なく感じるというか、その辺はねさすがに違いは感じるんですけども、普通に電車で移動する時とかに、耳につけてねそういう、K-POP みたいなのを聞いたりするとかだとすごく楽しめるヘッドホンなんじゃないかなって感じですかね。で特にねこれ、iPhone じゃなくて Android ユーザーとかの話なんですけど、 LDAC っていう圧縮率が結構低めの高ビットレートのね音源にも対応してたりして、それにねモードを切り替えて使うとやっぱりこの音場がガッと広がるような感じがして、解像感とかを楽しむのであればそういう LDAC 対応しているっていうところはすごく強いのかなと思います。LDAC って僕あんまり馴染みがなくて、AAC とねこう比べてみたんですけど、実際今回比べてみるとすごくね違いが分かったので、この辺はね対応してくれてるのはありがたいのかなと思います。で若干ね気になるところとしては、低音とかですかね。結構中高音域とかのそのバランス感みたいなのすごいいいと思うんですが、低音に関してはやっぱりちょっと弱いというか、なんか低音のちょっと高いヘッドホンとかを使うとこうなんか耳から入って脳みその中でどんどん響くような、なんか脳が揺れるぐらいのね感覚が、ヘッドホンの結構高めのなんか低音が効くやつとかだとあるんですが、そういうのは特にないですね。耳元でちょっとボワンボワンなっているような感じで、車でなんか低音を上げて音を聞いているようなそんな感覚なのかなと思います。一応ここにね低音調整ダイヤルっていうのがあって、これを上げるとより低音が強く聞こえるんですけど、耳元で鳴ってる音がボワンボワンボワンだったのがボンボンボンになるっていう、脳天に響くっていうよりかは耳元で低音が鳴ってるような感覚の、そういう感じかなと思います。低音の響く感じがすごい好きな人っていうよりかは、なんかこう軽めのメロディーをこうテンポよく奏でてくれるテクノっぽいような音の方が相性いい気がしますね。この辺の解像感とかそういう話も割とねこのアプリ上のイコライザーである程度調整はできるので、自分の好きな音の方向に振ってあげると、すごく満足感のある、音で聴けるんじゃないかなと思います。何回も言うようですけど、これ15,800円ですからね、このご時世。ちなみにノイズキャンセリングに関しては割と抑えめ控えめという感じで、雑音とかホワイトノイズみたいなのは結構綺麗に抑えてくれていて、めちゃくちゃ自然です。僕は割とこのなんか自然な雰囲気のすごいキュンって耳が音圧を感じて静寂になるっていうよりかは、自然なねノイズキャンセリング結構好きなので、この辺は割と好みだなと思うんですけども、もしすごいギュインみたいな静寂を必須としているような人はまた別のヘッドホンとかを購入するというか選択肢があるんじゃないかなって感じです。音とかその接続の安定性だったり、しっかりとソフトウェアがあってアプリでこう調整ができるとかを考えると、この1万円台の価格でこんだけちゃんと綺麗にねまとまってくれてるっていうのはすごくコスパはいいんじゃないかなと思います。逆になんでこれが15,000円で売れるのかっていうね話をちょっと、一応触れてみようかなと思うんですけども、見た目はすごくかっこいいんですけど、長く使うとかっていうよりかは本当にね、短いスパンで使って、劣化したら買い替えるみたいな、そういう感じのアイテムな感じはしますね。これはね比較的コスパ最強系のもの全般そうではあるんですけど、やっぱり抑えるところはしっかりと抑えているというか、スペックからは見えないようなところを結構ねちゃんと削って
コストを抑えて安く提供しているっていう感じがするので、その辺もね一応触れておくと、この素材感ですかね、この素材はすごくかっこいいし、手触りも柔らかくてすごいつけ心地めちゃくちゃいいんですよ。ただ、経験上なんですけど、こういうね合皮ですごく柔らかくて薄いふわふわした素材ってやっぱり外で使う太陽光を浴びたりとか、あとカバンに入れてちょっとね擦れたり摩耗みたいなのしていくと結構すぐねもう割と劣化したり破けたりしちゃうんですね。まだ1週間程度なので僕の個体はそんな気にならないと思うんですけど、やっぱり蒸れとか湿気とか太陽光とかでこの辺が、加水分解というよりかは破けっぽくね表面の素材が剥がれていくみたいなところは仕方がないところかなと思います。一応このねパッド部分は交換ができるので、これが劣化したら新しくね購入はできるんですが、このヘッドバンド部分も同じ素材ではあるんだけど、ここは交換ができないので、その辺の持続性みたいなところはちょっと気になるかなと思います。あともう一つ、冒頭で多分金属っていう話はしたと思うんですけども、ここの部分はおそらくこれは金属ではなくて、樹脂のプラスチックのパーツかなと思います。それにメッキ塗装しているっていうところで、これはもう価格を考えると別にもう仕方がないというか、そういうもんなのかなっていう感じはするんですけど、若干ねここもやっぱりぶつかったりとかしていくと黒い字が出てきたりすると思うので、そういうところも含めて、ファストファッションって言ったらあれなんですけど、このねスタイルを楽しみつつよりいい音で楽しむためのヘッドホンっていう感じがしますかね。このヘッドホンはこうやってつけた時のかっこよさはもちろんだし、音質もねそれでいて妥協しない、そして価格的にもめちゃくちゃもうコストパフォーマンスがいいっていうところがやっぱりこの CMF ヘッドホンプロの選ぶ理由というか、一つねすごいいいポイントかなと思います。はい、というわけで今回はこの CMF ヘッドホンプロについてあれこれ使った感想を紹介してみました。いろいろねレビューとかはあると思うので、いろんなレビューを参考にしながら、実際にね Amazon とかでも販売されているので購入してみるといいのかなと思います。個人的にはもう音質と見た目、それでこの価格は最高だなと思うので、多少素材感の心配はあれどその辺はめちゃくちゃいいと思うので、これはどっちかっていうと買いのアイテムなんじゃないかなと思います。というわけでこの動画気に入っていただけた人はコメントいいねボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。